赤坂智明さん。映画や写真の撮影のため各地を飛び回る生活を送っている。妻亜希さん、3歳の長女かりんちゃん、生まれたばかりの長男ゆうくんの4人で暮らす平穏な生活。それが一変したのは2017年11月のことだった。主人が食後少しの間だけでも夜間授乳に備えて仮眠してきたらって言ってくれたのが8時半ぐらいだったかなと思うんですけど、いいよ、もう娘も一緒に見とくからって言ってくれて、お言葉に甘えてっていう形で三食部屋に一人で横になりに行って、で優が泣き出したんで、泣き出したけどそのかみさん向こうで寝させてるのに、泣いたら声聞こえてまた起きちゃうなと思ったんで、僕そっち側に移動したんですよ。でワントーン高くなるみたいな状態になって、あれっておかしいなって、すごい強い泣き言してると思って見たら、もう顔真っ赤っかになってて、でもなんでそんなに泣くのって思ってたら、その泣き声が止まったんですよ。あれ止まったと思ってパッと見たら、呼吸が止まってる状態だと思うんですけど、なんか喉に詰まって呼吸ができないかもしれない。僕それで背中を叩いたんですね。でドアを開けて出て行ったら、息子を抱っこしてる主人がすごく慌てた様子で、息がおかしいねんって言ってても、見たらすごい顔がもう真っ白になってて、しゃっくりみたいな呼吸をしてる優の姿がそこにあって、病院に救急搬送されたゆうくん。体に怪我の跡はなかったが、頭部 CT 検査で急性硬膜下血腫が見つかる。後日眼底出血も見つかった。赤坂さんには出血の原因がわからなかったが、病院は早くに一つの診断を下していた。その診断とは、乳児を激しく揺さぶることで脳に損傷を与える揺さぶられっ子症候群、通称 SBS だった。病院は硬膜下血腫、眼底出血、そして脳が腫れる脳浮腫、この3つの症状があることから SBS 虐待の可能性が高いとして児童相談所に通報した。ゆうくんの退院予定だった年明けの日、赤坂さん夫妻は児童相談所に呼び出された。紙を1枚出してきて、もうゆうくんはいませんって、我々が安全なところに保護させていただきましたって言われて、もう泣き崩れてしまって、どこにいるんですかって伝えても、それはお伝えできないんです。一時保護から2週間後、ゆうくんは乳児院にいると告げられる。面会に行くと、乳児院にお世話になる手続きで必要だとして、一通の同意書にサインを求められた。翌週、これは長期にわたって施設に入ることへの同意だったことが分かり、赤坂さんは撤回したいと伝えた。言われたのは、措置入所に同意しなければまた1ヶ月に1回とかで、しかも会うのはセンターの会議室みたいなところでしか会わせられません。だからそこにゆうくん連れてこなきゃいけないんです。ゆうくんかわいそうじゃないですかって言うんですよ。
いうようなことを人質にとってそういうことに同意させていく。子供のことを思ってっていうことを言いながら親はそうやって脅すんですよね。2010年代に入り SBS を疑われて逮捕・起訴される事件が大阪で急増。一方 SBS の診断に医学的根拠があるのか、弁護士や研究者が異を唱え始めた。日本がこの SBS 仮説をいわば輸入したのは1990年代のことでした。しかしその時にはすでに欧米では SBS 仮説への疑念というのが提唱されてきました。そしてこの仮説によって冤罪が生まれてきているということも明らかになったわけです。このような思いから SBS 検証プロジェクトを2017年に立ち上げたという次第です。 SBS 検証プロジェクト。家庭内の事故や病気でも硬膜下血腫などの3つの症状が生じることを示す海外の医学文献を集め、 SBS 事件の弁護を積極的に引き受けていくことにした。赤坂さんは検証プロジェクトの川上博之弁護士に弁護を依頼することにした。一定の兆候があれば揺さぶりに違いないというのがもうほぼ間違いないことだろうということだったので、もうそれが出てる以上いずれやっぱり逮捕されるリスクというのは考えとかないといけないケースだなと思いました。喋って。ゆうの声聞きたいよお父ちゃん。しゃべりましょう。おしゃべりしましょう。ゆうくん、覚えといてな。赤坂さん夫妻は週2回1時間の面会に通い続けた。しかし児童相談所の職員が面会の様子を見に来ることはほとんどなかった。親の態度がこうだった、子供の抱き方がこうだとかっていう材料を収集する仕事なら何か調査されてたり指導を受けるっていう感覚になるんでしょうけど、時間になったらコンコンって乳児院の方がノックして来られて帰る、湯を渡して帰る、これだけの繰り返しの日々が続いて、これは児相は何をしている時間に当たるんだろうなっていう。一時保護からおよそ5ヶ月後、赤坂さん夫妻は児童相談所に呼び出され、医師の鑑定意見を伝えられた。ではお伝えします。受傷については、表面が、ダラダラしていないある程度の硬さのあるもの、具体的には手剣も含まれる手の拳による強い打撲作用により形成された可能性を否定することはできません。体に怪我の跡はなかったにもかかわらず、ゆうくんを殴った可能性があるとの鑑定内容に赤坂さんも戸惑った。そんなことが一体どうやったらできるんだろう、できるものはなんか見せてほしいと思うような内容だったんで、実際にその目の前で見た親が言ってることを信じずに、その鑑定医が言ってることだけを信じて、でそれで総合的な判断ですって言っているその彼らのその言葉の軽さみたいなのをすごい感じました。父親による受傷は法医学の鑑定書が出たからですね。そうですね。他のセカンドオピニオンで他のお医者さんに見ていただいたりとかってことはしないです。しないんですよ、なぜですかそれは。一つ目のね、意見書の重みが消えるわけではないので、判断は変わらないですね。祖父母の家に同居してゆうくんを育てるという赤坂さんが提案していたプランについても児童相談所の職員は拒否。
家族が父親の虐待を疑っていないからというのがその理由だった。お父さんを疑いきれないと言ったら失礼ですけれども、やっぱり擁護される立場には終わりにあるお二人だとは思うんですね。でそのような中に今の家族のご認識のもとに優君が帰っていくということを再発のリスクがまだ考えられるのではないかというふうに先端を持っているわけなんです。家族に疑いの目を向けて家族の形が壊れるようなことがあって、夫婦の絆が壊れるようなことがあって、そんなこと誰が望むんですか？そうじゃない可能性もあるにもかかわらず、厳しい目を向けて何が生まれるんですか？優を返してもらうにあたって、その家族が壊れてしまってたら受け入れも何も難しいです。父親の虐待があったということに前提を変えろっていうことですね。可能性をもっと考えてほしい。その可能性を考えろっていうことですね、家族がそのことを一番重く考えろっていうことですね。そうです。この人たち何を言ってるんだろうっていう、なんかもうこれが子育て支援とか福祉とかに関わるお仕事をする人の言い分なのかなっていうのと、息子はじゃあどうしたら私たちの家族の元に返してもらえるのかっていう出口が見えなくて。3ヶ月後、赤坂さんは大阪府警に逮捕された。親子3人で牛の帰りを待ってたら、今度はお父さんもいなくなって、娘からしたらどんな人生かなって。赤坂さんと同じく子供を揺さぶって虐待したと疑われ、子供と離れ離れの暮らしを強いられた家族がいる。関家秀明さんと和美さん。不妊治療の末に授かった待望の長男。生後7ヶ月、夫が不在の時に起きたことだった。パッて一瞬やしって思ったら、その一瞬で捕まり立ちをしていて、で転ぶからやめてっていう風に行こうとしたら、頭を後ろ向きに転んでジョイントマットにぶつけて、でよしよしよしってしてたら、ってこう引きつけのようにこう息を吸ったと思ったら脱力して。長男は救急搬送され、硬膜下血腫や眼底出血が見つかり、緊急手術を受け入院した。怪我して意識が戻らない時がもう本当につらかったです。もうこんなに辛いことが、起こるっていうことが信じられなくて、もう泣いてなんですけど、泣いても涙って出てくるんですね。で泣いても現実って変わらないんですよ。関家さん夫妻は毎日病院に通い続けた。2ヶ月半後、
児童相談所から突然呼び出される。虐待の可能性がゼロではないので、息子さんを一時保護しましたって言われて、もう頭の中すごくパニックで、もう意味がわからないしっていうので、もう体が震えてて。居場所も知らされず、一目長男に会いたいと訴えた関家さん。職員からは、長期にわたる施設への入所に同意するなら面会を許可すると告げられた。関家さんは長男に会えないのは耐えられないとやむなく同意書にサイン。翌週、乳児院での面会が許された。注入したとこなんですね。上向きでね、その週に1回1時間だけをもう心の支えに、もう残りの6日間をもうひたすらもうっていうところでしたね。その後も児童相談所は捜査中を理由に長男の家庭への復帰を進めなかった。関家さんは一人の脳神経外科医に鑑定を依頼することにした。虐待か事故かを見極める研究を40年にわたり続けてきた青木信彦医師。関家さんのケースは家庭内の転倒など軽い力でも乳幼児に硬膜下血腫などが生じる症例にあたり、虐待ではないと鑑定した。低い位置からの転倒転落で、結果として下胸静脈、脳の表面の静脈が切れて硬膜下血腫を起こすと。特徴的なことはやはり低いところの転落なもんですから、脳そのものには傷がないと。関家さんの場合は出血量が多かったと、これは事実ですね。というところで、重症化したと。しかし捕まり立ちから自分で転倒したという関家さんの説明は信じてもらえなかった。背景には厚生労働省が作成したマニュアルの存在がある。子ども虐待対応の手引き。そこには親が家庭内の転倒・転落だと訴えたり、原因が不明だと硬膜下血腫について説明した場合、必ず SBS を第一に考えなければならないと書かれている。これの影響は非常に大きいと思いました。大きいです。考えましょうということとかいうことで、その結果としてどうなるかというと、みんな SBS になっちゃうんですね。結局 100% SBS を疑っていると。ずっとそれを晴れることはないんですね。そういった恐ろしさのあることを分かって作るべきだと思うんですね。関家さんは虐待の可能性を否定するという青木医師の鑑定意見書を提出した。しかしおよそ3ヶ月後、関家さんは長男への傷害の疑いで大阪府警に逮捕された。取り調べで刑事から暴言を浴びせられる。息子の頭はスカスカやとか、息子は一生障害者やとか、あとお前が本当のこと言わへんから治療にも影響が出てるとか、思い出すとすごく嫌な気分にはなりますね。関家さんは逮捕から2日後に釈放され、3ヶ月後、嫌疑不十分で不起訴となった。さらに3ヶ月経って、ようやく長男は自宅に帰ることが許される。一時保護から1年4ヶ月が経っていた。
時帰れるからな。5時帰ります。よっしゃ。やっとこれで一緒に暮らせるなっていう気持ちとか、たく今までごめんなって気持ちとか。長かったなと思って、なんかニュージーンでアルバム作ってくださってて、なんかその、息子が成長していってる過程が分かるんですけど、いっぱいなんか見れてない写真があって、なんかそういうところをね、やっぱ見れなかったのもすごいなんか寂しいなと思いつつね、子供の成長が一番の楽しみじゃないですか、親からすると。右。頑張れ。よいしょ。そう。反対は？反対は？さっき上手だったよ。あと2歩。あと2歩。よいしょ。さあ、あと1歩。頑張れ。よーし。よし、頑張った。よく本当笑うようになったのと、あとね、お名前呼ばれるとね、ニコニコニコってしたり、可愛いって言うとわーって喜んでくれたりとか、そういうのが増えたよね。で、本当表情が本当ね、柔らかくなったというか、ね、子供らしくなったよね。活発になってきて。活発になってきて。保護されていた期間にもっと充実したリハビリを受けさせてあげたかった。戻らない時間を今も悔やみきれずにいる。逮捕された赤坂さんはその後傷害罪で起訴された。保釈されたのは5ヶ月後のことだった。お疲れ様です。電報届いてました？届いてました。はい。おかげさまで。いや、正直ですね。ようやく出れました。5ヶ月、丸5ヶ月でしたね。ですね。はい。いや、長かった。15日、去年の10月15日あったんで、丸々5ヶ月です。でもおかげさまで。いや、はい、どうもありがとうございました。まずは第一歩ですね。はい。直射日光にそれ当たるってことが本当になくて、徹底的にずっとね、日陰の方ばっかりだったんです。僕なぜか日当たりがいい方もあるんですよ、部屋は。認めてる人と否認してる人の比率みたいな僕あるかもしれない。いや、どうなんですかね。面白かったですね。めっちゃ久しぶりだから何がなんか分かんないですね。パソコンの使い方が分かんなくなってる。それを教えたら見れるんですか？ここからそれが最新。今、いや多分ね、まだどんどん入ってきてるんですね。逮捕された後、3回にわたって赤坂さんの釈放を認める決定が出される。しかしその都度検察が不服を申し立て、別の裁判官が取り消し続けた。彼らが責められたのは捜査機関に喋ってない、取り調べに喋ってないんだっていうことなんですよ。それだけでこれは働きかけて口裏合わせをするんじゃないかと。それはそこで自白させたりとか、そういう過程がこれだけ危険であると言われているにもかかわらず、そこで応じない限りあなたの自由は保障されませんっていう状態になっちゃってるんですよね。
これはもうまさに人質司法のもう典型的な形だと思います。保釈された後も赤坂さんはアキさんと会うことを禁じられた。揺さぶりによる虐待か、それとも病死か、虐待事件の捜査に大きな見直しを迫ることになるかもしれない判決が出ました。孫を揺さぶって死なせたとして一審で実刑判決を受けた祖母の裁判で、二審から入った SBS 検証プロジェクトの弁護士が死因を再調査。すると病死だった可能性が高いことが判明した。捜査機関が揺さぶり以外の出血の原因を十分に検討していなかったことが明らかになり、 SBS 事件の流れを大きく変える判決となった。この日、 SBS を疑われた当事者やその家族が集まった。アキさんも一時保護から1年4ヶ月後に自宅に戻ったユウ君を連れて参加した。息子も、私か赤坂の両親のもとでしか、父親には会わせてやれないということなので、それにさらに接見禁止の命令が出ているので、基本的には娘と主人のみが会える状況で、私たち家族はバラバラに過ごしているという形で、虐待対策室の、刑事さんが一度だけ、この子が帰宅して2ヶ月後ぐらいに家庭訪問に来られて、あんな事件があってどうですかって聞かれるんですけど、事件にしたのはそっちでしょっていう気持ちがあって、何の時間なんだろうっていうような時間を私たち家族はちょっと過ごしている状況です。こんな目に遭う家族がもう出ない方がいいです。辛すぎて。家族といられるのが一番、いられないのが一番辛い。上の子がねもう6歳なんで、彼女はずっとやっぱり寂しい思いをしてきたと思うんですよね。で父ちゃんは今映画のお仕事でお家に帰れないっていうことにしてあるんですけど、そしたら最初は映画頑張ってね、早くお仕事終わらして帰ってきてねっていうメッセージだったのが、そのうちお仕事はお友達に任せて父ちゃん早く帰ってきたらいいねみたいなことを言い始めて、だから一生懸命そのお友達にお仕事を任せなさいってことを僕に説得しようとするっていうか、子供が一番かわいそうですね。やっぱこうなった時にね、何よりも親子が離れ離れになって、でそれでもし子供の心が壊れてしまった時にも誰が責任取ってくれねってやっぱすごく思うけども。長女の卒園式。その場に限って家族で集まることが許された。まず来てる人はなんか全然違う人に見えた。あなた人はびっくりした。
木入れんの。黄色の木。ああ、すごい。すごい。うわー、すごい。なあ、いつも写真で練習してるから。かも言えるな。そう、花じゃないんやけど。そう、これがあれって言うから。パパ、そう、パパやね。パパ。取らんといて。メガネ。見て。はい。あ、ゆ乳幼児の硬膜下血腫について、家庭内での転倒と親が説明した場合や、怪我の原因が不明だと説明した場合、必ず SBS を第一に考えなければならないという厚生労働省のマニュアル。その医学的根拠を厚生労働省に尋ねたところ、根拠は小児科医らが作成した診断ガイドにあると回答があった。その診断ガイドでは、硬膜下血腫などの3つの兆候が揃っていて、3メートル以上からの落下事故などがなければ SBS である可能性が極めて高いとされている。この3メートル以上という基準はどこから来るのか。2005年に書かれた子ども虐待の臨床。そこには、一般には2階ぐらいの高さからの転落でないと頭蓋内出血を起こすことはないとされていると書かれている。これを書いたのは奥山真紀子医師。厚生労働省のマニュアルと診断ガイドの作成に関わった小児科医である。私たちは奥山医師のもとを訪ねた。先生の主任研究者でやられますよね、この診断ガイドの。それでそうですね、ここに3メートル以上の後位落下事故がなければ SBS で可能性は極めて高い。極めて高いです。それは先生修正されるおつもりありませんか？極めて高い、極めて高いということに関しては修正できないと思います、今の段階では。家庭内の転倒転落を親が訴えた場合、必ず SBS を第一に考えなければならない。これは親が今の先生おっしゃるように低い位置からの落下をでこうなったって主張した場合には嘘が多いからっていうお話ですね。プライマリーに考えるのはこれですよということ。だから第一に考えなきゃいけないのは当然じゃないですか。一番先に。いや先生がねそうやって書いちゃうと児相の人は事故だって言っても嘘だと。基本的には一時保護します。それは第一に考えろって書いてあるんですよ。必ずですよ。必ず第一に考えるってことですよ。でも第一、第二、第三があるってことですよ。その時点でね虐待ありきになってませんか先生。じゃあお母さんが言ってることが例えばそれこそね4階5階から落ちましたとか、それからなんかすごい変な形で誰かが投げましたとか、まあこれは虐待ですけどなんかすごいなんかこう回転力の加わる形で落ちるようなことを説明しているとしたら、それは考慮しなきゃいけないでしょ。だからまず SBS は考えましょうねって言ってることでしょ。いやそんな書き方に見えないですけど、必ず SBS を第一に。実際これでもう硬膜下血腫と眼底だけでたくさんの方が保護されて長期分離になってるんですよ。先生そこはやっぱり修正するなり見直さないといけないくないですか。逆に返されて亡くなってる子供も私たち見てますから。どうしたら助けられるんですか。子供助けてくださいよ皆さん。エビデンスが不十分だと思われるものに対してですね、保護がなされているんじゃないですかと。それは先生の根拠に基づいて。いやそれは私には分かりません。
先生が子ども虐待の臨床で書かれています。一般には2階ぐらいの高さからの転落でないと頭蓋内出血を起こすことはないとされている。この根拠に基づいて2階が3メートルだから診断ガイドも3メートルになってるんじゃないんですか。これはそうですよ。だからこれも教科書から取ってきてますからね。あ、ちょっとまずいわ。じゃあでもうちょっとだけ先生の書かれた診断ガイドに基づいてたくさんの方が事故でもあるにもかかわらず保護されてるわけですよ。プライマリーコンサーンだって書いてあるじゃないですか。第一に考えてくださいって書いてあるんであって決めつけろって書いてないじゃないですか。児童虐待問題を研究してきた上野佳代子教授は、厚生労働省のマニュアルの記載は医師の告発によって社会問題化してきた歴史に遡ることができると話す。レントゲンで親の嘘を明らかにするっていうような形でこの問題が出てきた。初めから医学がすごく強かったっていうか、医学主導だったというふうに思うんですね。今日本の現場でも、児童相談所の今回の赤坂さんのケースもそうですけど、親の説明は一切聞かないっていうか、っていうのは親の説明はその流れでいきますと聞くことはないんですね。親は嘘をつくからっていうことですね。善意の暴走というか、民主主義社会で普通はっていうことがこの児童虐待防止政策ではまかり通るんですね。もう5ヶ月前ですよ。もう信じれんな、もうそんな遠洋漁業の船乗りか俺はって感じですよね本当に。もうだから子供がねやっぱりどんどん大きくなっていくでしょう。もう勘弁してくれと思いますよね。どうやってこの後の親子の愛着形成とか作れるんやろうと思ってすごい考えますよね。でも会いたいですよね、やっぱりね。ね、いっぱいおるな、お客さんな。偉いね。それ着させたって、もうほな出発するから。あ、ゆうくん。絶対こっちで行く。飛行機。飛行機のところ行くで。あ、見える？あそこ、ほら。父ちゃん乗ってるかも。この日、裁判所は赤坂さん夫妻の接触禁止命令を解除した。
夫婦の接触禁止命令の解除から3週間後、児童相談所の職員が自宅を訪ねてきた。児童相談所は赤坂さんと家族の同居を引き続き制限し、半年が過ぎた。娘たちと一緒にやっぱその夜を過ごせないとか、一緒にこう暮らせない期間がもう半年以上続くわけですよね。でそのことに対してちょっと児相の方でどういうふうにお考えなのかっていうのをお聞かせいただきたいんですね。自分でこう何かが起きた時にお話できるとか、危機回避をできる年齢になるのがお父さんとの正式な同居の目安だっていうのがそもそもあるんです。確実にこう例えばもともとこう平均的な発達で小学校2年生ぐらいになったら時系列のことも分かるようになるよねとかいう前提があるとして、じゃあそこのラインにゆうくんが到達するのかどうかとかっていうのは今は分からないですし。大体小学2年生ぐらいやと思いますけど、ゆうくんの発達がそのように進んでいくかどうかはって言われて、なんてひどいことよ。そう、本当にね、そういうこと平気で言うんですよね。やるね。どう？すごいすごい。できた。すごい上手。違う。先生どっちやったっけ？すねの部分ですね。すねの部分の筋肉を使わせるため。そうですね。使わせるため。報道が出た後には近所のおばちゃんが頑張りやみたいな。頑張りって飴ちゃん食べるかとかポケットで飴を入れてくれたりとかして、みんなもうすごい間違いあるからって言われて、そうなんかね、周りの目にすごい助けられて、そうあえてねこう自分たちから言おうとは思わないんですけど、なんかもう明らかにな真実は一つかなと思うので、長いですけど裁判で明らかになったら分かってくれるかなと。はい、よく帰るわ。ね、また先生来週。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。お邪魔しました。バイバイ。バイバイ。ゆっくんさようなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。まず第一はこの刑事裁判で彼を救うということと同時に、やっぱり人として彼に触れて、彼の家族も見て、お父さん何も悪くないんだよっていうことを言ってあげたい。そのためには、これは事件じゃなくて不幸にも起こってしまった病気が原因なんですよっていうことまで明らかにしたいなっていう。Happy birthday まだクラブで見えへんのじゃん。 Happy birthday to you Happy birthday dear 母ちゃん Happy birthday to you できた、すごい。はい、ありがとう、ありがとう。やったー、48歳おめでとう。関連性をかけてると思います。新しい会
証拠まだ見れてない。そうなんで、今日の夕方に来るので、ちょっとそれ見ないと、そうなんですよ。完全にはできないんですけど、証拠カード見たら、まず彼らが提示していきましょう。出てきた順番。出発点はまずどんなことをしたらこういう出血などが起きるのか、治療過程での検査の項目で引っかかるものが出てきた。これはやっぱりもともとお子さんに何かそうした数値を動かす原因があるのではないかということを考えて、いろいろなところに当たっていくことにしました。分かったことは糖鎖の異常という先天性の、病気があることによって通常の方よりも簡単な力で出血をしてしまったり出血が重症化してしまう可能性があるということです。これはまさにその救護目的で、大丈夫かというふうに叩いた時の揺れですら普通の子では起きないかもしれないけれども、この子に限っては出血が起きたり広がってしまっていた可能性というのを高める。始まりはゆうくんが入院した病院による通報だった。この間僕言いましたよ、自分のそのゆうの主治医に、僕たちがどういうその診断結果を他の先生からもらったかっていう話もして、でそういう可能性があるにもかかわらず揺さぶられっ子症候群だって決めつけられて、で通報されて、で子供は一時保護されて措置入所もさせられて、僕は起訴されて拘置所に入ってということを経験してきて、すごく僕たちはそれ辛かったっていう話をしましたね。今後そういう人たちがもし来られた時に、その紙切れ1枚の診断書みたいなペラペラの診断書出して、その人たちを決めつけてそういう立場に置くようなことだけやめてくれって言って話をしたら、分かりました分かりました分かりましたって言って、僕たち見向きもしなかったですね。ずっと分かりましたって言わなかったですね。よし、じゃあ行ってこよう。最後に抱っこしてたのが主人やから、主人が疑われてるだけで私だった可能性もあるなぁと思うと、なんかね、どんな4年間だったんやろうなって思ってしまいます。最初に代謝異常があるねってちゃんと治療に取り組んでもらえるような病院に運ばれてたら、また違う人生だったかなと。赤坂さん一家は大阪を離れることにした。引っ越しの直前、児童相談所は大阪市の管轄から外れることになる赤坂さんに、父親が週7回自宅で泊まることを認めると伝えてきた。お腹すいた。座って食べとこか。はい。跳ねた。これは？かりん。これ言うそれかりんねあんた。ねえ、ほっぺギュニャやるぞ。ほんまやわ。ボイ。硬い。上手。
ようやく裁判が始まった。裁判では検察側から5人、弁護側から3人、合わせて8人の医師が証言。弁護側の遺伝診療の専門医は、ゆうくんには糖鎖の異常が確認され、先天性の疾患がある。ゆっくりとした発達は頭蓋内出血の影響ではなく、先天性の疾患によるものだと証言した。その先天性のものだったっていうことが確定した時の気持ちはやっぱりすごく複雑で、まあ母親として複雑で。みんななんかそれだけでな、まあ発達してるしね、ちゃんとゆっくりゆっくりですけどでも、言うなりに頑張った成長してくれてるので。アンパンマン。あ、言えた。あ、言えた。アンパンマン。言えた。それは初めて聞いた。アンパンマン。あ、すごい。ボール取ろうとしてる。彼の人生を楽しんでくれてる様子がすごく身近で見れて嬉しいです。やっぱりこう話されてた期間に比べると、どんな状態であっても一緒にいれる方が喜びも大きいので。赤坂さんに言い渡されたのは、無罪でした。もう裁判官も、はい、すごくいい言葉を最後にかけてくださって、無事に控訴はカウタウさんが今まで一回も控訴されたことないそうなんで、すごいジンクスをお持ちなので、ここ頼みますよ。よろしくお願いします。単に黒じゃないから真っ黒じゃないから無罪じゃなくて、やっぱ白だから無罪っていう考えを裁判官はしてくれたと思います。だから最後お疲れ様でしたみたいなちょっとね最後のコメントがね、コメントのしてくれたのはやっぱそういう意思表示かなって思います。毎回言うわけじゃないですよ。無実だなっていうのがあって初めて出る言葉だと思います。判決はなかなかそこまで書けないし書かないんですよね。求められてないので、だから判決の後にやっぱりそれはまあちゃんと言葉にしてくれたんだと思います。はい、OK です。OK。はい、どうもありがとうございます。
楽しい人生を歩む子供たちと楽しい春を。そうですよね。ありがとうございます。かずみさんにもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。赤坂さんは家族が離れ離れの生活を強いられた理由を知りたいと考え、児童相談所の記録の情報開示請求を行った。全部真っ黒。湯も全部真っ黒ですね。記録っていう記録は全部消されてますね。これ一つも書いてないです。一つも開示してない。情報開示請求の意味がない。あり得るこんなの。情報開示ってこれなんですかね。全部真っ黒ですよ。ほら。見事に全部真っ黒ですよ。全部真っ黒です。すごいな。引き裂かれる家族の思いとか感情とか、そんなこと一切考えてないですよね。10年前に作成された子ども虐待対応の手引きは今も見直されてはいない。いただきます。いただきます。そうです。はいはい。いただきます。はい。とうとう早くちょっと食べたいねんけど。ゆうくん。じゃあ食べよいやいや、これ食べさせて。これヨーグルトミッション。ヨーグルトミッション。う。朝の。食べささんでいいよね。カカオニブ。いやこれ食べさせへんかったら食べへんねんもん。なんなんもん。そうやろ。なんなんもん。なんなんこれ。なんなんもんって言いたいわ弟も。なんなん。食べて。食べて。これは食べてから。ー。はいい、食べてから。見てってそれで言うんやろ。お母さん。ミルクでいい。ミルクバイ。ミルクバイ。やっぱり可愛い歌歌ってる。パトカーだ。パトカーだとかはようつけへん。パトカーパトカー。それもう一個上級や。カングーカングー。あ、わかった。カングーカ。やるな。子供を守る、その善意のもとで犠牲になっている家族が